やりますよ、修正見た。本日なんですけど、本日は最近のスキンケアの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、最近の朝のスキンケアの方を皆さんの方にご紹介したいなと思ってるんですけど、夜もね、ほぼほぼ変わらないスキンケアにもちょっと変わってるので、皆さんの方にここで共有したいなと思って次第でございます。今使ってる商品がだいたい1ヶ月半ぐらい使用してるんですよ。でそれで圧倒的になんかね、もう肌の質感だったりとか、変わった部分が変化があったので、皆さんの方にちょっと一つ一つね使用しながら皆さんの方にご紹介できればなと思っておりますので、参考にしていただければと思います。はい。でまずね、朝は一番最初にシートマスクするんですけど、シートマスクいろんなものを使っていて、基本的に朝はねこちらクオリティファーストの方を使っていることが結構多いです。こちらはね、朝5分ぐらいでシートマスクを終わらしたいので、さっと使うっていうのが僕のルーティンになっているので、コスパがいいものを使用していくものが多かったりします。で今ね、朝はねこちらを使ってるんですけど、のねブースティングパッドなんですけど、これをだいたい 3,4 枚使いますね、朝でペタペタペタってして、そのまま拭き取ってスキンケアに移るって感じなんですけど、であとはこちらのね、こちらのビタミン C のねセラムマスクなんですけど、マジでこれすごく良くて、こちらも夜使ってることも多いんですけど、朝もちょっと大事な日とか肌を作る日とかはこちらを使っております。ビタミン C が入ってるのでちゃんとね日焼け止めをしないといけないので、ちゃんとこちら朝使う時には日焼け止めを塗ることをお勧めいたします。基本的にはね日焼け止めSPF50 塗るのがもう基本的なルーティンなので、是非ねそこら辺は問題ないかなと思ってるんですけど、もしね日焼け止めしてない方はしっかり日焼け止めしてください。でこちらマジで良くて、本当に改めてねちょっとまとめて皆さんの方にもレビューしたいなと思っておりますので、こちらはね、はい、シートマスク終わりました。その後なんですけど、こちらベニヤンのトナーの方を使います。こちらね3回僕は使うんですけど、こんな感じでトロトロした感じのテクスチャーなんですけど、トロトロしたテクスチャーが僕には合ってるっていうか、使いやすくて、化粧する時とか BB クリームとかもそうなんですけど邪魔しないので、僕はすごくおすすめいたします。はい、でこちら僕は3回ですね塗ります。で本当に最近ではないんですけど、スキンケアする時にこすらない方がもう圧倒的に肌がいいってことがちょっとね最近僕の中でちょっと検証して証明されて、こすらない方が圧倒的に乾パンとかシミっていうのができにくくなりますのでおすすめいたします。はい、3回目ね。なので結構これって、染み込ませるっていうか叩くみたいなパッピングとか言うんですけど、そういうのもおすすめいたします。で最近僕ねスキンケアをちょっと3日ぐらいしなくて水だけにしてみたんですよ。そしたら圧倒的に肌の質感が変わったので、ちょっといいなと思って、ちょっと化粧断食みたいなことちょっとしたんですよ。そしたら肌の変化っていうのがちょっといろいろ分かってきて、なんかあんまり使いすぎるのも良くないんだなっていうか、たまにはこういうなんですか時期っていうか断食みたいな、化粧断食みたいに入れるの大事なんだなと思ってしてみたんですけど、圧倒的に肌の質感とかがふわふわ感になったっていう感じだったので、是非ちょっと気になる方試してみるのをお勧めいたします。でよく似たような感じとかなんですけど、入院した時に化粧とかできなくてシャワーとか洗えないとかね、そういう時あるじゃないですか。その時に肌の質感ってすごく良くなる時ないですか？僕だけかな、違うかな。そういう時にちょっと感じてちょっとやってみようと思った感じなんですけど、それがすごく良かったので是非ちょっと気になる方はしてみるのをお勧めいたします。はい、で次なんですけど3回塗ったらこちらねベニヤンのこちらのアンプルになるんですけど、ちなみになんですけど夜はこちらのねビタミン C パウダーを一緒に混ぜてします。ちょっとヒリヒリするので、ちょっと肌が弱い方、敏感肌の方とかはちょっと少ない少量でするか、手で試してみるのをお勧めいたします。はい、朝はこんな感じの量です。朝はねビタミン C パウダーは使わないことが多いので、
ちゃんと日焼け止めとか塗ってれば全然問題ないんですけど、念は念のためで僕はデーはあんまりビタミン C が入っているものを使用しなかったりします。一応ね、サンクリーム SPF50 とかのものを塗れば全然問題ないと言うんですけど、念には念なので僕は一応ビタミン C デイでは使用しないですね。はい、こんな感じ。ちょっともうちょっと潤い感欲しかったらもう一回するかなって感じなんですけど、もうちょっとしようかな。はい、押すこんな感じ。これだけでもツヤが出るんですよね。ベニヤの商品って使うとツヤ感がすごく僕が大好きなツヤ感で、やりすぎない感じのツヤ感で、特にツヤツヤっていうのがすごいツヤツヤが好きじゃない方とかをおすすめしますね。でも若干ツヤを出したいって方はこちらのスキンケア使うとすごくいい感じのツヤ感出るので、ナチュラルなツヤ感っていうのかな、でおすすめいたします。でね、夜はねこちらのねオイルも使うんですけど、乾燥してる時はデイとかも使う感じなので、あと化粧の邪魔とかも若干する方も出てくるかと思いますので、指定肌の方だとね特にこういうものを使うと。なので僕は夜だけしか使っておりません。はい、なのでこの後にはベニヤのクリームを塗ります。こちらのクリームもね使用感めっちゃいいんですよ。こんな感じね。ドン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 。結構僕はクリームをつけますね。こんな感じで一応塗っといて、足らなかったらさらにつけるみたいな感じなんですけど、クリームもね叩きながらちょっと塗る感じもあるんですけど、優しく塗っていくのをおすすめいたします。押していくおでこはちょっとね上に上げながらちょっと染み込ませていく。で今まで全部したスキンケアをこうやって閉じ込めるように逃がさないようにってしていきます。このクリームもねすごく良くて保湿感がいい。なんかここ1ヶ月半ぐらい使用して、なんか肌のトーンアップとシミがなくなってきたのと、なんかツヤ感が変わってきたっていうのを感じられたので、ちょっとね他ではない感じの変化があったので、僕はちょっと大好きで今後使いたいなっていう感じと、あと皆さんの方に全力でおすすめできる商品だなと思っておりますね。最近なんかすごいこの商品大好きっていうか、めちゃくちゃ有名なコスメのメーカーとかじゃないんですけど、最近僕ちょっと使用して肌変化がすごくあったので大好きなメーカーだったりするんですけど、まだ9点とかの方でもそんなに出てないので、ちょっとなかなか購入はしづらいかなと思うんですけど、でも9点の方でも購入できるので是非おすすめいたします。でね、こちらねサンクリーム、こちらもサンクリームも目の方に入ってもちょっとシミないとかだったりするので、あと保湿シミシワとかにも効くものなのですごくおすすめいたします。で保湿感っていうのがすごく良くて、指定肌の方でも全然使える感じなんですよ。で乾燥もちゃんと防げるっていうのですごくいいんですよ。こんな感じのテクスチャーなんですけど、僕はこんな感じで塗っていきます。サンクリームもね結構量多めに塗るんですけど、皆さんはどんな風に塗ってどんぐらいの量を使っていますかね。僕と同じぐらいですかね。こんな感じ。サンクリームはねいっぱい塗っていた方がいいですよ。 SPF50 ちゃんと塗った方がいいから。僕こんな感じでこういう風に塗るんですけど、皆さんどういう風に塗ってますかね。でこんな感じで優しくちょっと伸ばしながら最後叩くような感じなんですけど、目のクマのあたりをするような感覚の塗り方にするともう圧倒的に肌の質感とか変わってくるので、あとなんか吹き出物とかそういうのができなくなりますね。本当になんだろう、卵を扱う感覚で顔の方も行うと圧倒的に肌の質感っていうのが変わってきますね。
こんな感じ。あとここからちょっと押さえていくんですけど、結構優しめに押さえていきますね。あと夜とかだとここにアイクリームを使うんですけど、ベニヤのアイクリームになります。こちらもね、なんかアイクリームのテクスチャーが結構重ためで結構大好きなんですけど、他のやつって割とアイクリームでも安いのとかだとシャバシャバしてるんですよね。そういうのがあんまり僕好きじゃなくて、結構重ためのものとかをここの眉間と、あと目のここら辺と、あとここら辺にね塗って、夜最後にアイクリームをして寝るんですけど、こんな感じ。どうでしょうか、いかがでしょうか、このツヤ感。はい、こんな感じなんですよ。これが大好きで最近ちょっと使ってるんですけど、一つ一つのねその成分内容っていうのもいいっていうところもあって、僕は使用してる感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでスキンケア全て終わりました。こんな感じなんですよね。あとは髪の毛セッティングして終わりなんですけど、こんな感じで今日は朝のスキンケアの方、皆さんの方にご紹介させてきました。本当に最近こちらのベニヤの商品使って、本当に圧倒的に肌の効果を感じているので、皆さんの方に共有させてもらってるんですけど、気になる方はね、9点の方とかでも購入できるので、下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、気になる方はねそちらの方を見ていただければと思います。はい、こんな感じで最近のスキンケアの方を皆さんの方にご紹介させてきました。いかがだったでしょうか。なんか気になることありましたらね、下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。はい、外見るツヤ感こんな感じでございます。いかがでしょうか。こんな感じでね、ツヤが大好きなツヤ感なんですけど、僕がねぜひ参考にしていただければ非常に嬉しいです。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。